皆様こんにちは、無双ゲームズです。本日ね、15時からライブで一連の流れということでね、流れをやったんですが、ここではね、ボスバトルをお見せいたします。ハードモードのボスで挑んでいこうと思います。はい、挑んでいくパーティーとしては、普段ね、周回しているときはこうやってボーナスキャラクターを入れていますし、ボーナスビジョン全部つけています。ボスに挑んだパーティーはっていうと、ハードモードの、モードによって違うんですが、こちらノーマルモードのボスを倒したときはこちらですね。このパーティーでのノーマルボスは倒してます。全部ボーナスキャラクターですね。でハードモードのボスを倒したときは、このパーティーですね。ベルリックが入ってます。これベルリック自分は入れてるんですが、理想は 9S です。9S が自分は89レベルと弱いので、代わりにねベルリックを入れてます。自分と同じように氷で行く場合はアーロンでも大丈夫です。ただ理想を言えば、ここはね 9S がいいです。理由はクラウドの3連撃と 9S の3連撃を使って倒していくと。このパーティーはどうやって倒すかっていうと、ラスウェルの2連撃とベルリックの3連撃で倒します。ですから、2連と3連で5連撃を、ね、連発しますので、3連撃を連発すると6連撃になりますよね。9S とクラウドの方がよりスコアは叩き出せると思います。ですからね 9S をお持ちの方は 9S でやってください。こちらね、自分はベルリックで、やっていきます。それでは出撃していきます。はい、それではねマップの方に行きました。まずはマップを見ていきましょう。はい、左側に3体のね射撃の雑魚がいます。これ属性が土属性なんで有利を取れる風属性、今で言えばティファがね、ここを処理するとポイントが多くなります。ですので自分は一番左ティファを配置しています。真ん中のボス雷属性ですから、土属性にボーナスキャラクター今回いないのでね、ここに関してはティファ主体のパーティーでもクラウド 9S の2人で倒しても、自分のようにね氷2人で倒しても有利という点では変わりませんが、これね右側行くとこれノーマルとハードで雑魚の属性違います。ノーマルモードはここがね氷属性なんですよ。4体ともトンベリモルボルともにね。ハードモード来ると急に風属性に変わってます。ですからノーマルモードだとレインで倒すのがポイント高いんですが、ハードモードだとバレットとかラスベルといった氷属性のねボーナスキャラで倒す、別に氷属性で倒せばポイントは高いですが、ところが自分は 9S を持ってないのでボスにねクラウド 9S でいけないため、氷属性2人はボスに向かいたいんですよ。でそのため右側の処理を自分はクラウドですることになるので、少しね、9S をお持ちの方よりもポイントが下がっちゃいます。なので自分の氷で倒しているのを 9S クラウドでできる方は右を氷で処理してください。その方がポイントは伸びます。はい、それではマップの説明は以上です。最初にティファの動きなんですが、ここはね AP を貯めながら進みます。奥義解放でも、奥義解放か、トラマスでもどっちでも、セイントボールでも実際はいいと思いますが、火力を上げてね、雑魚を倒したいので火力を上げていきます。ラスウェルはね AP を回復したいので分身回使って前へ出ます。ベルリックに関しては、活性光。ベルリックはボーナスキャラクターじゃないですからね、ここはアーロンでも大丈夫です。できれば理想は 9S です。エアリスは前に出ます。前に出てヘイストをかけていきたいんですが、前に出てスローをかけるのは次でいい。ですからここはヘイストをかけちゃう。ヘイストをかけていきます。クラウド前に出ますね。前に出て、ソルジャーの誇りでラスウェルに対して AP の管理をしやすくしていきます。ここでボスが左に寄り、毎回ね僕がやるとここに移動してきてますね。ティファはまだ攻撃届かないんでね、ここでもう一回バフ、ここで奥義解放を使ってます。ベルリックに関してはこう前行ってねコンセントレーションを使ってます。ラスウェル、ここでねトラストマスター使ってます。トラストマスターを使って、自分でね CQ を上げて、前へ移動するというようなことをしております。クラウドなんですが、またねボスの方に向かいたいのでボスの方へ向かっていって、アバランチとの絆を使っております。これ使わないでね CT 消費しない方がいいかもしれません。いろいろねお試しください。
ここでボスの体勢を改めて見ていきましょう。理由はね、ヘイスト R、スローをかけるから。はい。こちらが現在のボスのステータスです。見ていただくと CT 変換無効がないので時間は盗めます。このボスにね、ジザ等を連れて行って時間を盗んでチェーンをつなぐこともできます。耐性の方を見ていきます。残がマイナスですね。あと射撃が 10% マイナス。ですので今回は残を選択してますのでマイナス 5% の残でいきます。氷主体で攻めますが、氷に関しては耐性は特にないですね。フラットのマーク 0% です。その下、スローに関してはマイナス 20%。スローは効きやすいよと。でスロー以外は全部無効になってますね。下にね、スタンはフラットになってます。スタンは無効ではありません。スローがマイナス 20% で成功率はっていうと今ね 75% ですので、ここでスローをかけていきます。かかるかどうかはまあ 75% なんでね、分かりませんが。はい、スロー入りましたね。でラスウェルに関してはここで前へ出ていきます。前へ出ていって、本当はね、トンブリ倒したいですよ。心の底からトンブリ倒したいんですが、一旦ね、ここは分身回でさらに AP を貯めていきます。ちょっと待って。これ、火力上げてもいいかな。AP10。攻撃大幅アップ。一旦攻撃大幅アップ。一旦か。93。93だと353回打てない。353回で105。で分身回だね。分身回を打っていきます。ここはね、前を塞ぎます。前を塞いで、何もしないとまたボスの前に順番回ってきちゃうんで、何かしよう。コンセントレーションをするとボスの後ろ行くかな。コンセントレーションしてもボスの前か。まあでもコンセントレーションします。クラウドやっとここでね、ブレイバーが打てます。ブレイバーっていうのは範囲がね、割と広いよ。ここからブレイバーって打てたの？打てないね。それじゃなるべくモルボルに近いところからブレイバーをね、ボスに当てていきます。これボスにブレイバー当てるとどんな効果かというと残耐性下がりますね。最初残耐性マイナス 5% でしたよね。次に見ていきましょう。ティファに関しては直進していってこの位置からライズビートを打つと奥の2匹倒せますので、奥の2匹を倒します。でエアリスの番ですね。今度はエアリスがヘイストをラスウェルにかけていきます。これね、2体攻撃順番回ってくるんですけど、ここはね攻撃しません。でラスウェルに関しては、ボスの横に一度って、試練という技を使います。これでね、相手の氷耐性を下げます。今、残耐性を下げました。ですので、先ほどまで左上の残耐性、マイナス 5% だったんですが、マイナス30になってますよね。その下、今、氷耐性フラットになってます。ここがこの試練という技を使うと、氷耐性も下げることができます。有利に戦うためにね、こういうことをしています。はい、でティファに関してはもう1体ここに土の雑魚が残ってます。そこに有利属性であるティファがね、オーバードライブでチェインも重ねながら倒していっちゃいます。オーバーキルをしていくんですね。でクラウド、ここはね、このトンベリを処理します。なるべく消費少なくいきたいんでね、ブレイバーで処理します。そしてトンベリ処理したら今度はね、こちらのモルボル処理したいので、モルボルの方へ行きます。でここですね、ここからは攻撃をしていきます。まずドレインアサルトという3連撃見ていきましょう。先ほど 5% の耐性だった残がマイナス30になっていて、フラットだった氷耐性がマイナス38になってますよね。ですので氷属性が攻めやすい状態を作っております。ここでね、3連撃をまず打っていくことで、2チェイン、エレメントチェインが2と斬撃のチェインが2つながりました。ラスウェルも2連撃持ってます。ここもね、9S とクラウドの方が有利なのは、9S は3連撃を持ってて、クラウドも3連撃持ってるんですが、この組み合わせだと3連撃と2連撃になっちゃいますね。そこも違うところです。ですからここで4チェインになりますね。色がついてる、氷の色がついてるというか、なんていうんですか、虹色になってるというか、方が、氷のチェインですね。右にマークあるんですが、
氷のチェインが4と斬撃のマークの普通のねチェインが4と2つ4チェインが出てると思います。ダメージの上にね。それではこれを打っていきます。そしてエアリスの番なので、ここでねヘイストをかけていきます。ヘイスト切れちゃってるんでね。はい、ここでまたドレインアサルトを打っていきます。かなりダメージ伸び出しましたよね。今7チェイン目です。エレメントチェインが7、斬撃のチェインが7でね、2つ重複して7チェインなので、かなりダメージが伸びてます。はい、ここで決定していきます。続いてラスウェルです。ラスウェルはまた2連撃を打っていきます。ね、23,998ということで、ダメージどんどん伸びてきましたね。ちょっと待ってね。これ本当に素直にこれでいっていいのか？でも次で、もう仕留めなきゃいけないからしょうがないね。はい、ティファに関しては、特にやれることはないので、セイントウォールを貼ってます。仕留めなくて大丈夫かな。エアリスに関しては、ここでクイック打ったら、ドレインアサルトいけるかな。ちょっと確認します。クイックをこのキャラに打つと、先に回ってきちゃうのか。ちょっと待ってね。では、一歩動いてクイックしたらどうなる？これでも先に回ってきちゃうか。ベルリックよりも後にクイックが回ってくるんだったらね、ベルリック2回連続攻撃できるんですが、これだとね、意味ないので、何の意味もないので、ここはね、待ってよ。やつをクイックしたらどうなる？できない。無駄なことはしないで、では待機します。クラウドは、この2匹を処理したいんですよね。2匹を処理したいので、これかな。2体とも倒します。でモルゴル1体残っちゃうんですよね、自分のやり方だと。ですからもっといいやり方はあると思います。ここでね、オーバーキルをしていきたい。オーバーキルをしていきたいんですが、今ね、ボスの残りのヒットポイントっていうのが2万ぐらいあるんですよ。なので、例えば、11,899 と8,495を足した2万ちょっとあるんですね。これドレインアサルトを使うと 29,700 のダメージは出るんですが、オーバーキルが 9,000 しかないですよね。9,000のオーバーキルだとちょっと少ないんですよ。ですから次のねラスウェルにかけるということで、ここではね、スタンブレードで11,899、これ何やっても11,899、ね、でチェインがつながる、ザンとエレメントチェインがつながる攻撃をしていきます。で残りヒットポイント8,495まで下げます。でこの状態でラスウェルに、連撃を打たせます。そうすると、8,000から23,000を引きますから、15,000以上のオーバーキル、さっきの 9,000 よりもオーバーキルが多い上にチェインも同じですよね、3連撃と。ですのでこの方がポイントが伸びると。今ね3連撃で1個前に倒しちゃうよりもチェインは同じ数なんだけど、こちらの方がオーバーキルのポイントが伸びますよ。ただ言った通りね 9S とかの方がダメージは出ます。で自分はね1万超えてるポイントも出てるんですが、今回はねオーバーキルが少なかったと。1万超えた時はオーバーキルが618、もう少しねダメージの割合がうまくいっていて、3連撃でね2万ちょっとのオーバーキルをすると、1万を超えると。今自分のこの出たクエストのスコアが 9,714、 その下はねハイスコア 11,169、 まだ全部で5回ぐらいしか戦ってないんですけど、1万超えるスコアも出てますので、今の場合はね、もうちょっと前に調整して1個前のラスベルを2連撃にしないで、1連撃にしておいて調整するとね、うまくいったかもしれませんが、こんな感じでやってますというご紹介でした。それでは編成画面の方に戻っていきます。はい、今ボスへ挑んだパーティー、並びもねこのままです。こんなパーティーで挑んでいました。ビジョンカードに関しては全てボーナス大と特大を詰め込んでます。ただ引いたばっかりのね、このカードに関しては、2突レベル70の状態です。これがね氷属性の素早さを上げるビジョンカードですから、これを貫突させると、もう少しね、ラスウェルや
ベルリックの行動がね自由になると思うんですよね。あと 7% ぐらい上がるのかな。それから攻撃力もね、ステータスとしての攻撃力も上がるし、AP のアップもあるので、もう少し管理も楽になってね、1キラ関係ないですが、この下の攻撃アップっていうのも関係してきますので、これの育成具合によってね、またやり方変えていかないと少しずれてくるのかなと思います。今回はね、ベルリックがボーナスキャラクターではありません。ボーナスキャラクター1体外してもね、1万超えるスコア出ますよ。今は9700でしたけどね、出ますので、このベルリックの位置を 9S にしていただくことで、ラスウェルとか、もしくはラスウェルじゃなくても、バレットですね、を一番右に配置して、9S とクラウドを右から2番目と3番目、ど真ん中と右から2番目に配置して、ボスにクラウドと 9S。で右側の風属性の雑魚に氷属性が突っ込むとやるとね、もっとポイント全然伸びると思いますので、これに関してはボーナスキャラクターとかね、キャラクターの育成度合いとか、ビジョンカードをお持ちだとかお持ちでないとかでね、いろいろあると思うんですが、一例として見ていただければと思います。それからパーティー変わってまして、このパーティーが難易度がね、ハードモードじゃなくてノーマルモードの方のボスで戦ったパーティーです。ノーマルモードの方はね、4700ぐらいのスコアがこのパーティーで出ています。どうやって戦ったかっていうと、ティファだけで戦いました。各雑魚に、右側本当はレイン入れた方がいいです。ただめんどくさいんで入れてないだけで、レイン入れるともう少しスコア上がります。右の雑魚はレイン、左の雑魚をガーガスで倒して、ボスをね、ティファだけで倒しました。どうやったのっていうと同じですね。ノーマルモードのボスはヒットポイントが4万しかないのでね、エアリスでスローを入れて、でティファにヘイストかけて、ティファの4連撃と2連撃があるんでね、4連撃と2連撃でティファだけで倒しました。そうすると、4700ぐらいのダメージが出ます。エアリスがいない方は、また違ったやり方、時間を盗むことができますので、ジザを入れていくとか、もしくはイエルマ入れていくとかね、イエルマだったらボーナスつきます。ジザはボーナスつきませんが、時間を盗むことでね、連続でティファに攻撃させることが、ボスの攻撃をさせずにね、ティファを攻撃させることもできますので、そういったやり方もいいのかなと。エアリスがある方はスローヘイスト、エアリスがない方は時間を盗むというような方法でいいんじゃないかなと思います。これは手動でやった場合ですね。オートでも倒しています。オートでも先ほどのね、このパーティーで配信中に倒しましたが、オートで倒すとね、これだと7800ぐらい、前後ですね、7800前後ぐらいのスコアになります。はい、本日は初日ということで、もう全部ボーナスキャラクター、全部ね、ボーナスビジョン、さばきですから、ギルドに貢献するためにこうはなってしまうんですけど、編成難易度を落としたりね、いろんなことしながらもご紹介できたらいいかなとは思っております。本日の動画は初日、まだね、数時間しか経ってない、ボスと5回ぐらいしかまだ戦ってないのでね、このぐらいのスコアになりますよというところをお見せいたしました。1万ちょっと。これからどんどん伸びてきて、これ詰めていくと、9S クラウドの方だと1万2000超えてくるんじゃないかなというような感じで見ております。本日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。